歌詞を明日までによこせだと。なんで急に。いきなり明日までにってさすがに無理あるやろ。昨日ようやく方向性決まったとこやのに、かなり厳しいかも。いや、厳しいレベルの話じゃなくない？いきなり期限早めるとか、そんなの嫌がらせでしょうが。つかさ、なんでいきなり期限早めてきた？おかしくない？確かに明確な理由もなく期限を早めるなど不可解この上ない。明確理由期限不可解。何？仮歌の収録の関係とは言ってたけど、言葉通りに受け取っていいのかな。まさかいつもまとめ役のスバルくんがいない時にこんなことになるなんてね。ねえ、それが理由なんじゃない？それってまさかスバルさんがいないのを知っていて、あえて期限を早めたってことですか？じゃあスバルが外に出たこともバレてるってことじゃん。金太郎、声が大きいよ。だってよ。案内人のやつ分かっていてわざと俺たちを試してるのか。まさか話も聞いてもらえないなんて。このまま帰るしかないのか。このまま諦めて諦める。歌詞はスバルがいなくても作る。諦めるなんてできない。太陽、絶対にこのまま諦めるなんてできない。だってここまで来たのに、君は僕との勝負から逃げるのか？僕に不先輩でアイドルになれって言うのか？俺スバルと最後まで戦いたい。そうだよ、太陽に逃げるなって言ったのに。それなのに僕が真っ先に諦めてどうするんだ。すみません、すみません。なんだお前、まだ話を聞いてください。なんでお前の話なんか。僕のことじゃない。お願いだから聞いてほしい。いつも突拍子もなくて能天気で、でも誰よりも優しい君の親友で僕のライバルの話を。スバルのライバルとして恥ずかしくないように、今度こそちゃんと責任を果たしてみせる。太陽、ライバルか。小栗さん？僕ね、思ったんだ。落ち込んだり気持ちが折れそうになった時、一番心に響くのは他の誰でもないライバルの言葉だって。そうですね。誰かの元気になれるような本物のアイドルになるために、ファンのままの僕から今の僕から変わるんです。でももう怖がったりしない。だってこうやってみんながくれた好きな気持ちは全部本当だから。もし気持ちが離れていっちゃっても、僕が最高のアイドルになればいいんだ。もう一回好きになってもらえるように。この世界にはどうしても俺でなければならないものはない。俺がやらなければ他の誰かがやる。だからお前が席を空ければ俺はためらいなく座りに行く。お前が俺の芝居に好き勝手言ったみたいに他の奴らにも言ってもらう。ちゃんと見てくれた人が感動してくれるものにしたいんだ。レオンがミュージカルを見てアカデミーに通おうって決めたみたいに。やっぱ他人の気持ちなんて分かっても別にええことないな。クソほど最悪、下水道に浮いとるゲロみたいな気分。それでも他の人の気持ちが分かってもいいことないって言ったの分かる気がして、弱い自分のことを知りたくないから。オーディションレオンと一緒でよかったね。怖いな自分。私はこのオーディションを本気で戦っている。私もお前に世話にもなっている。モリアほどではなくとも
生活のあらゆることでお前に助けられている。だからといってオーディションで手を抜こうとなど思っていない。そっか。勘違いしてたかもな。坊ちゃんは自分が好きなんじゃなくて自分に厳しいやつだったんだな。先頭に立とうとするのは強さを自覚するためなんだな。俺はアイドルになりたい。なりたい理由なんか重要じゃない。ただ君と競い合ったことが誇りになる。自分のことが好きでいられる。そんなアイドルになりたい。一番大切なのは自分が、クックがどう思ってるかだよ。ねえ、教えてクック。君はアイドルになりたい？クック、アイドルなりたい。ナゴムとライバルしてアイドルなりたい。今、クックの一番楽しいこと、クックの夢。やれるって。君はいつも大きなことばかり言うけど、やれないことはあるんだよ。うるせえ！やれるかじゃねえ！やるんだって君がそう言ってたから。変だよね。考えると苦しいのに未だにそこから目をそらせないんだ。眩しい何かがあったから。自分のやりたいことに嘘つけねえ！全部本気だ！本気が大事！スバル、どうして僕と君の担当カラーが同じなんだろう。君と僕は明らかに真逆だ。インターナートに住むことになった最初の夜、僕は太陽にはっきりとそう言った。最初はすっごくびっくりした。その場の思いつきばかりで行動して、自分の面倒も見られないのに他人に手を貸す。そんな太陽が僕にはあまりにも無責任に見えた。自分の行動に責任があるかどうかなんてそれまで考えたことなかったし、彼がライバルであることが受け入れられなかったんだ。ライバルって存在がどんなものかよく分かってなかったんだと思う。年下なのに最初はちょっと怖かったくらい。空気が読めなくてたまに突拍子もないことを言うけど、でも周りのことはよく見ていて、些細な変化にもすぐ気がつく。注意されたことは数えきれないけど、でもそれって本当に気にかけてくれなきゃできないことだって思うんだ。他人のために力を貸すことを惜しまない。だから時々すごく損をしているのにそのことにすら気づかない。最初は戸惑ったけど、そのうち分かったんだ。太陽は僕がこれまで知ることも得ることもできなかった魅力をたくさん持ち合わせているんだって。俺嬉しかったんだ。スバルが教えるよって言ってくれたこと。このオーディションは俺が生まれて初めて見つけた夢だから。だから許されるなら今俺が持ってる責任だけは果たしたい。スバルのライバルっていう責任を。太陽は僕のライバルだ。だからこそ最後の最後まで戦って勝ちたい。このオーディションは太陽が生まれて初めて自分から手を伸ばした夢。僕はその夢に真っ向から向き合いたいんだ。向き合って競い合って、それであのステージに、砦のステージに必ず立ってみせる。立つのは僕だ。そっか。すごいな、太陽は。自分の夢のためにこんな危ない橋を渡ってくれるようなライバルがいるなんて。あの時あんな別れ方しなければ今頃俺もそんな風になれてたのかな。お願いだ。暴力事件の告発を取りやめてほしい。僕と太陽に最後まで戦わせてほしい。それは。スバル、遅いな。今日はまだ戻れないのかな。まさか外で
誰かに見つかって騒がれちゃったりして。あれ、お金持っていけなかったけど、ご飯ってちゃんと食べられてるのかな。そもそも千歳のところまでどうやって行って。どうしよう、俺スバルにとんでもないことを押し付けちゃったんじゃ。太陽、よかった。スバル、帰ってこれてよかった。もしスバルがオーディションに戻ってこれなくなったら、俺怖くて。もしかして泣いてる？ごめん。だってそうだ、スバル、これ課題曲の歌詞。スバルがいない間に稲本さんが期限を早めて、今日一日みんなで頑張って作ったんだ。ちょっと待って。暴力事件の告発の件、先に報告させてほしいんだけど。そっか、ごめん。もしかして今事件のこと忘れてた？正直スバルが無事戻ってこられたことの方が嬉しくて。まったく、千歳には会えたろ？元気にしてた？うん。結論から言うと、ゴシップ誌に暴力事件の告発をしようとしていたのは千歳さんじゃなかったよ。最初に家を訪ねた時追い返されたんだ。疑われて腹が立ったって、初めから決めつけて説得しようとしたこと、後でちゃんと謝罪したよ。太陽？ごめん。俺今日涙腺壊れてんのかな。千歳じゃなかったんだって分かったらなんかほっとしちゃって。オーディションが終わったら俺も千歳にちゃんと、喧嘩の分もちゃんと謝らないと。千歳さん、自分が疑われても仕方がないって言ってたよ。あんな別れ方したから、そりゃ疑われても仕方ないよな。俺あの時すっげえ卑屈になってて、太陽がいろいろ言ってくれたこと全然受け止められなくてさ。本当に悪いことしたって思ってる。ずっと太陽に謝りたかった。千歳、あれ、でもじゃあ誰がゴシップ誌に告発なんか。千歳さんは高校時代自分に嫌がらせしていた先輩じゃないかって。結局太陽が転校した後、嫌がらせの件がバレて退学になったらしいよ。それでその恨みを千歳さんと仲の良かった太陽に向けたのかもって。そうだったんだ。この件はもう心配しなくてもいいって。千歳さんが SNS を使ってゴシップ誌の配信よりも先に真相を公表するって約束してくれたんだ。事件の真相が先に出たらゴシップ誌も配信を取りやめるかもしれないし、そうじゃなくても嘘が広がる抑止力になるからって。そっか。ちょっとまた。ありがとうスバル。事件のことも千歳のことも。千歳さん、太陽が転校した後陸上部に戻ったんだって。今も走ってるって。だから太陽もオーディション頑張れよ。ずっと応援してるからな。これにて一件落着か。一見着々。アクシデントが解決したってことだよ。太陽さん、スバルさん、
当によかった。よかったです。双葉ってば太陽の涙が映っちゃってる。おい、なんだ、無口も泣いてんのかよ。違う、これは目からよだれが。そういう仁太郎こそ鼻真っ赤にして泣くのこらえてない。ちげえっつの。これはあれだ、花粉症的ななんかだ。仁太郎くん、ここ地下やで。まず間違いなくこの1年の中で一番の大事件だったね。うん、しかもよそのオーディションでは絶対起こらないやつね。おい昨夜夜食なんかあるか？レオンが俺に夜食の催促。嘘マジ？あ？俺じゃねえ、スバルだ。ああ、そういうこと。確かに何も食べてない可能性あるもんね。じゃ一丁なんか作りますか。ああ、僕手伝います。あ、俺も。クックも。レオン、食べるんだったら今日こそちゃんとごちそうさまって言ってね。気が向いたらな。もう。こんばんは皆さん。こんな夜中にお揃いで。出たーって稲本。あちらに見えるのはスバルさん。もう体調はよろしいんでしょうか？白々しいな。どうせ全部分かってやってんだろうが。はて、分かっていたとは？まさかスバルさんは仮病で実は外でゴシップ誌の件を解決していたとか？まさかそんな現実離れしたこと起こるはずがありませんよね。ねえ、これ本気のやつ、それとも釜かけてるやつ、どっち？ミオくん、全部口に出てしもてる。さてどっちでしょう。どちらにしろ候補生の皆さんは今このインターナートに全員いる。でしたらあとは最後の課題、生配信ライブをしていただくのが一番良いかと。みんなそろそろ準備はいい？僕のイヤモニは。双葉、こっちこっち。仁太郎、襟が曲がってる。おお、サンキュー。チャラ男よ、前髪が乱れておるぞ。ありがとう坊ちゃん。ああ、これが最後なんて全然実感湧かないな。本当だよね。あ、緊張するな。ナゴム兄さんなら大丈夫だよ。ナゴム、カツ、パニャニャン。クックもパニャニャン。パニャニャン。レオンさんも。うわ、レオンが水吹いた。大丈夫ですか？いいっす。タオル。タオルが何してほしい？強ー、一世最後まで強ー。太陽、準備はいい？ああ、うん。スバル、これが最後だね。ああ、これが僕たち14人が一緒に歌う最初で最後のライブ。そしてその後僕たちは7人だけが選ばれる。そうだ、俺最後に聞きたいことがあって。聞きたいこと？スバル言ってたでしょ。このオーディションは普通のアイドル選考とは違う何かが見られてるのかもって。それが何なのか分かった。そうだな。太陽は分かった？確信はないけど、でもみんなで作った歌詞をこれから歌って、それで僕たち14人、その時が来たらきっと。
お取り込み中すみません。ちょっと一枚よろしいでしょうか。あ、今写真パシャした。今日はアイドル候補生たちのオーディション最終課題、生配信ライブの日。みんなで仲良く最後の課題を乗り越えたいと思いますとアップロード。もうアップしたの？みんな仲良くって。まあ実際そんなもんやし。もう一枚よろしいですか。今度はみんなで並んで。はい、いきますよ。アンビバレン